こんにちは。ずんだもんなのだ。今日は双剣の解説をしていくのだ。OCG でも多くの実績を残していて、環境上位間違いなしのデッキなのだ。この動画で双剣を理解して役立ててもらえると嬉しいのだ。この動画の目次なのだ。まずは双剣の紹介からしていくのだ。双剣は最近のデッキでは珍しく、シンプロだけを使うデッキなのだ。シンプロデッキといえば、チューナーとチューナー以外のモンスターを2体並べて展開するのが当たり前なのだ。だけど、チューナーが来なかったり来すぎたりして、事故ったり展開が難しかったりするのが、今までのシンプロデッキなのだ。しかし双剣は、効果でチューナーのトークンを出すことができるので、双剣モンスター1体出すだけで、シンプロにつなげられるのだ。シンプルかつ安定して展開を行えるのが、双剣の最大の特徴なのだ。双剣は種族が原乳族で統一されているので、原乳族テーマとは組み合わせやすいのも注目したいところなのだ。双剣の強みになるのは一枚手動であることで、デッキに多くの自由枠があるのだ。手札誘発を多く積んだり、出張パーツを詰めることでサブギミックの強さを取り入れられるのだ。幅広い範囲のシンプロも可能なので、状況に応じたシンプロモンスターを出して柔軟な対応ができるのだ。デッキ構築をうまくすればどのデッキにも有利が取れる、それが双剣なのだ。次は双剣カードの紹介なのだ。双剣モンスターは4種類なのだ。共通効果としていろんなコストによってトークンを召喚する効果と、シンプロ素材になった時の効果があるのだ。例外として純金はトークンを召喚する効果がないのだ。このカードを採用することはほぼないので忘れてしまっていいのだ。固有効果はこんな感じなのだ。爆矢は1枚初動として優秀だし、タイヤはサーチ先としてよく使うのだ。遊園はレベル10シンプロに必須なのだ。純金以外の3枚は特に大事なカードなのだ。双剣のシンプロで今実装されているのは石章と小影なのだ。石章はサーチと効果無効を両方持つシンプロで、双剣ではまず出すことになる最重要なモンスターなのだ。一方小影は格子変動する効果、破壊を身代わりさせる効果、相手の場と墓地からカードを除外する効果の3つを併せ持っている。1の格子変動する効果は除外されているカードの数 ×100 だけ自分の格子を上げて相手の格子を下げるというものなのだ。一見おまけ程度の効果に見えるけど、自分か相手がゴードンや金満を使っていたら戦闘破壊は難しくなるほどの大きな格子差になるのだ。2の身代わり効果もあるので除去するのが難しいカードなのだ。3はカードが除外された時に発動する効果で、これも一見発動が難しそうだけど、墓穴や抹殺を使うことで相手ターンでも能動的に使用できるのだ。小影はレベル10なのもポイントで、バロネスとどちらを出すか迷うだろうけど、基本的にはバロネスを出して墓穴や抹殺があるときは小影を選べばいいのだ。次は双剣の魔法について紹介なのだ。竜双剣連は双剣モンスターを何でもサーチするこのデッキ一番のパワーカードなのだ。場にシンプロモンスターがいるときは剣竜族を何でもサーチできるので、剣竜族の出張パーツをデッキに入れているときはそれを持ってくることができるのだ。大霊宝双剣門は蘇生効果があるのだ。一般的に蘇生効果の魔法は自己要因になるので、双剣門も採用されていないことがあるカードだけど、展開を伸ばすことができるカードなので、個人的には1枚入れておきたいと思ってるのだ。双剣魔法は共通効果があり、除外された時に場の双剣モンスターと原竜族モンスターのレベルを1上げ下げできるのだ。タイヤの除外効果でこれを使って7から9までのシンプロが可能となるのだ。双剣トラックカードを見ていくのだ。双剣暗転と随双研究の2種類あって、使うのは双剣暗転なのだ。2対2の交換をすることができ、盤面を一気に荒らすことができるのだ。相手の増殖する G が通ってしまった時、このカードを伏せてターンを返すのもよくある場面なのだ。
双剣トラップは共通効果でトークンを生み出して、あまり使わないけど覚えておくといいのだ。最後に、双剣カードではないけど、ほとんど双剣カードみたいなカードを紹介なのだ。白の聖女エクレシアは、手札から特殊召喚する効果と、双剣をリクルートする効果があるのだ。手札から特殊召喚する効果は後攻で特に強く、先行でもガンマが打たれた時に使える、強力な双剣サポート効果なのだ。以上が双剣カードの説明なのだ。それでは展開の流れを説明して、対戦動画に移るのだ。まずは、素引きか竜双剣伝などを使うことで、レベル4の双剣にアクセスするのだ。トークンとレベル8のシンクロをして、石章を出すのが第一歩なのだ。さらに石章のサーチ効果で、龍炎を持ってくるのだ。龍炎をもう持っている時や出せなそうな時は、双剣門をサーチして展開を伸ばしたり、双剣暗転をサーチして妨害を増やすのだ。次のターンに備えて、竜双剣伝などをサーチすることもあるのだ。その後龍炎からレベル10シンクロを出すことで、展開終わりなのだ。今回は石章から出した展開例だけど、できれば龍炎からバロネスをまず出して、ニビルケアをするのが理想の動きなのだ。それではいよいよ対戦動画なのだ。今回はダイヤモンド1体で、天意とデスフェニを入れた型を使ったのだ。型の違いについては、対戦動画の後に解説を入れているのだ。対戦よろしくお願いします。さて手札は割と良いけど、源流族が手札にいないため、白エクレシアから動くのだ。ソージーは天意にかなり有効なので、ここは墓穴で止めるのだ。ソージー対策で、墓穴と抹殺はフル投入するのだ。白エクレシアからは爆矢を出して、チューナーを生成することで、展開を始めるのだ。ここに抱擁を食らうとかなり厳しいけど、今回は抹殺を持っているので安心なのだ。さて、まず出すのはとにかく石章なのだ。石章の効果でサーチと、爆矢の効果でドローができるのだ。これで手札を補充するのだ。その後龍炎を手札に加えて、展開を継続させるのだ。さっき手札に来たタヤを捨てて、龍炎とトークンを特殊召喚。これでレベル10シンクロなのだ。今回はバロネスを出したのだ。龍炎が素材になった時はバーンダメージがあるのだ。最後に浮遊デスを使って D ヒーローを落としつつ、みんな大好きデスフェニを出すのだ。手札を伏せてターンエンドなのだ。バロネスがどかされちゃったのだ。天気を発動されたけど、フラクトールや12は嫌いなので、デスフェニで止めるのだ。デスフェニは破壊されても、時短蘇るのだ。と思ったら墓穴なのだ。でもこれで、相手の手札は2枚しかないので、このまま勝てそうなのだ。白エクレシアは、融合モンスターが墓地に送られているとき、手札に戻ってくる効果があるのだ。デスフェニとの相性バッチリなのだ。墓地のダッシュ外の効果で、ビシュダを特殊召喚なのだ。白エクレシアを召喚して、ディバイン外の効果でドロー。さらに白エクレシアの効果で展開していくのだ。対戦ありがとうございました。最後に構築例について紹介するのだ。純型、天意型、剣意流星型、デスフェニ型があるのだ。純型は手札誘発や都合、多く詰めるのが特徴なのだ。天意型は展開の手数の多さや、後続のつなげやすさが強いのだ。天意流星型は、ハリファイバーから派手に展開でき、制圧盤面を作れるのが特徴なのだ。僕は最初は純双剣を組んでいたのだ。フュージョンデスティニーは規制されているし、シングルマッチのマスターデュエルでは、手札誘発を多く積んで、先行も後攻も強くしたかったからなのだ。だけども、準構築では、デッキの中の源流族の少なさから事故ったり、初動を止められた時の動きが、
極端に弱かったりするので、転移を混ぜることにしたのだ。転移を混ぜたら、展開を途中で止められた時にアナコンダを作りやすいと気づいたので、デスフェにも入れることにしたのだ。双剣は自由枠が多いデッキなので、みんなも環境に合わせてカスタマイズしてほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いするのだ。